皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。この番組では日本語学習者の皆さんにわかりやすい日本語で文化や日常をお届けしています。常連客の拓也です。毎日暑くて少し体が疲れています。なんだか体が重くて、これが夏バテでしょうか。そうかもしれませんね。拓也さん、夏バテという言葉がどうやってできたか知っていますか？夏のせいで疲れることですよね。その通りです。夏という季節の言葉に疲れ切って動けなくなるという意味のバテるという動詞がくっついてできた言葉なんです。日本の厳しい夏の暑さのせいで体がだるくなったり、ご飯を食べる気がなくなったりする状態のことを言います。なるほど。バテるから来ているんですね。まさに今の僕の状態です。最近拓也さんと同じように体がだるい、疲れが取れないと言ってカフェに来るお客さんがとても多いです。ですから今日は特別に夏バテを吹き飛ばす4つの方法についてお話ししますね。それはとても知りたいです。ぜひ教えてください。お任せください。最近食欲はありますか？いやー、実はあまりご飯を食べる気がしなくて。まさにそれが1つ目のポイントの胃腸の疲れですね。拓也さん、最近冷たいものばかり飲んだり食べたりしていませんか？はい。昨日の夜は冷たいそうめんだけでしたし、カフェに来る前も自動販売機で冷たいジュースを一気に飲みました。アイスクリームも毎日食べています。なるほど。それが食欲がなくなる原因かもしれませんよ。実は私の友達のお話なんですが、その友達も夏になると暑いからといって氷がたくさん入った冷たいコーヒーばかり飲んで、お昼ご飯は毎日冷たいお蕎麦やサラダだけを食べていました。僕と同じですね。どうなりましたか？ 8月の終わり頃にはお腹が痛くなってしまって、冷たい水でさえ飲むのが辛くなってしまったんです。冷たいものを食べ過ぎるとお腹の中が冷えてしまって食べ物を消化する力が弱くなります。そうするとお腹が空かない、食べたくないという気持ちになってしまうんです。怖いですね。でも暑いとどうしてもさっぱりした冷たいものが食べたくなります。どうすればいいんでしょうか？そこでおすすめの食べ方があります。疲れた体を元気にするためにはビタミン B1 という栄養がとても大切です。これは豚肉にたくさん入っています。豚肉ですか。でも焼肉やとんかつは今の疲れたお腹には少し重たい気がします。そうですよね。ですからお湯でさっとお肉を茹でる豚しゃぶがおすすめです。私が夏によく作るメニューがあるんです。お湯でお肉を白くなるまで茹でてお皿にのせます。その上に細かく切ったネギとすりおろした生姜をたくさんのせて、少しだけお酢とどしょうゆをかけて食べます。これならお肉の脂も落ちてさっぱりしていますし、お腹も冷えませんよ。なるほど。お湯で茹でるんですね。生姜の香りも良さそうです。それなら食べられそうな気がします。生姜やニンニクなどの香りがする食べ物は食欲をアップさせてくれます。それにお酢やレモン、梅干しなどの酸っぱいものも大活躍しますよ。梅干しですか。確かに酸っぱいものを想像するだけで口の中に唾液、唾が出てきますね。そうなんです。私が子供の頃、おばあちゃんが夏の時期になると必ずお弁当のご飯の真ん中に大きな梅干しを一つ入れてくれました。梅干しを入れるとご飯が腐らないし、暑くて疲れた時でも元気が出る魔法の食べ物なんだよと教えてくれました。実際に夏の暑い日のお弁当でも梅干しの酸っぱい味でご飯を美味しく食べることができました。素敵なおばあちゃんですね。昔の人の知恵ですね。それにもう一つ大切なエピソードがあります。拓也さん、夏にレストランに入った時、クーラーがとても強くて寒いと感じたことはありませんか？あります。外は暑いのに、お店の中は冷蔵庫みたいに寒くて、震えながら冷たい水を飲んだことがあります。そういう時こそ温かいスープや温かいお茶を頼んでみてください。私のカフェでも夏に温かいお味噌汁やハーブティーを出すことがあります。最初はお客さんも夏に温かいものと驚かれますが、
飲むとお腹の中がじんわり温かくなってとても落ち着きますと笑顔になってくれます。冷たいものばかりのお腹には温かいスープがとても優しいお薬になるんです。なるほど。冷たいそうめんを食べるときも一緒に温かいお味噌汁を飲めばお腹が冷えすぎるのを防げますね。今日の夜からすぐにやってみます。ぜひ試してみてください。それでは次に2つ目のポイント、こまめな水分と塩分補給についてお話ししますね。拓也さん、お水はいつ飲んでいますか？喉がカラカラに乾いた時ですね。喉が渇いたと思ってからコップ1杯のお水を一気に飲みます。実はそれも夏バテの原因になってしまうんです。お水を飲んでいるのにですか？はい。喉が渇いたと感じた時にはもう体の中の水分が足りなくなっているサインなんです。ですから喉が渇く前に少しずつお水を飲むのが正しい飲み方です。これをこまめに水分を取ると言います。喉が渇く前に飲むんですね。そうです。例えば朝起きた時、仕事をする前、お風呂に入る前など時間を決めてコップ半分くらいのお水を飲むといいですよ。わかりました。でもお水だけでいいんでしょうか？とてもいい質問ですね。夏はたくさん汗をかきますよね。汗の中には水分だけではなくて塩分も含まれています。ですから汗をたくさんかいた日にお水だけをたくさん飲むと体の中の塩分が薄くなってしまってかえって気分が悪くなることがあります。そうなんですか。知りませんでした。じゃあ何を飲めばいいんですか？外をたくさん歩いて汗をかいた時や運動をした時はスポーツドリンクがいいですね。もしスポーツドリンクがない時は水と一緒にほんの少しお塩が入った飴を舐めたり梅干しを少し食べたりするのも効果的ですよ。なるほど。先ほど教えてもらった梅干しはここでも役に立つんですね。そうなんです。梅干しは本当に夏の優秀なパートナーですね。お部屋の中で過ごす時やあまり汗はかいていない時は冷たすぎない常温のお水を少しずつ飲んでくださいね。わかりました。今日から冷たいジュースを一気に飲むのはやめて、温かいものを食べたり、お水を少しずつ飲んだりするようにします。食べ物と飲み物を変えるだけで夏の体はすごく楽になりますよ。続いて3つ目のポイントは気温の差に気をつけることです。気温の差ですか？はい、夏は外に出ると本当に暑いですよね。35度を超える日もたくさんあります。でも会社やお店の中、電車の中はどうですか？冷房がしっかり効いていてすごく涼しいです。場所によっては寒いと感じるくらい冷えていることもありますね。そうですよね。実はこの外の暑さと部屋の中の寒さを行ったり来たりすることが夏バテの大きな原因になるんです。私たちの体には暑い時は汗をかいて体を冷やし、寒い時は熱を逃さないようにするスイッチのようなものがあります。体のスイッチですか？はい。でも一日のうちに何度も暑い場所と寒い場所を行ったり来たりすると、体が今は夏なの？冬なの？と混乱してしまって、このスイッチが壊れてしまうんです。そうするとずっと体がだるくなったり頭が痛くなったりしてしまいます。なるほど、思い当たることがあります。僕は外を歩く営業の仕事をしているので、暑い外から冷房が効いたオフィスに戻るというのを一日に何度も繰り返しています。夕方になるとものすごく体が重くなるのはそのせいだったんですね。きっとその影響が大きいと思いますよ。ですから自分で温度をコントロールすることが大切です。拓也さん、会社に上着を置いていますか？いいえ、夏は半袖のシャツだけです。それなら薄いカーディガンやジャケットを1枚会社やカバンの中に準備しておくことをお勧めします。冷房が強い部屋に入ったらすぐにそれを着て体が冷えすぎるのを防ぐんです。冷たい風が直接首や肩に当たらないようにするだけでも体の疲れは全然違いますよ。わかりました。明日から薄い上着を持ち歩くようにします。そしてもう一つ、この壊れてしまった体のスイッチを直すためのとてもいい方法があるんです。
拓也さん、夏はお風呂に入るとき、シャワーだけで終わらせていませんか？ぎく。はい、その通りです。暑いので冷たいシャワーをさっと浴びて終わりにしています。お湯に浸かるのは冬だけです。日本には古くからお風呂にゆっくり浸かる文化がありますが、実はこれ、夏の疲れた体を癒すのにもとても効果的なんです。でも夏の暑い日にお湯に入るのはもっと暑くなりそうで少し抵抗があります。熱いお湯に入る必要はありませんよ。38度くらいの少しぬるいかなと感じるくらいのお湯で大丈夫です。そこに10分から15分くらいゆっくり浸かってみてください。ぬるいお湯にゆっくりですね。はい。ぬるいお湯に浸かると体がリラックスして混乱していた体のスイッチが落ち着いて元の状態に戻ります。冷房で冷え切ってしまったお腹や足先も芯からじんわりと温まりますよ。お湯の中にミントや柚子などいい香りがする入浴剤を入れるのもおすすめです。それなら気持ちよさそうです。シャワーだけだと体の表面の汗を流すだけですが、お湯に浸かれば体の中の疲れをリセットできるんですね。今日の夜、早速やってみます。ぜひお試しくださいね。さて、お風呂で体をリラックスさせたら最後の4つ目のポイントです。4つ目は夜ぐっすり眠るための工夫です。睡眠ですね。実は最近夜中に何度も目が覚めてしまって、朝起きてもよく寝たという気がしないんです。夏の夜は暑くて寝苦しいですよね。拓也さん、寝る時のエアコンはどうしていますか？寝る前は暑いのでエアコンの温度を低くして寝ます。でも夜中に寒くて目が覚めてしまってエアコンを消すんです。そうすると今度は朝方汗だくになって暑くて目が覚めてしまいます。それは一番疲れが溜まってしまうパターンですね。寝ている間に暑くなったり寒くなったりすると体が休まりません。夜ぐっすり眠るためにはエアコンを上手に使うことが大切です。上手な使い方ですか？はい、おすすめなのはエアコンの温度を26度から28度くらいの少し高めに設定することです。そして除湿の機能を使ってみてください。除湿ですか？冷房ではなくて？はい、夏は気温が高いだけではなくて空気に水分がたくさん含まれていてジメジメしていますよね。このジメジメをなくすだけで温度が少し高くてもとても涼しく感じるんです。除湿にして朝までつけっぱなしにしておくか、タイマーを長く設定しておくと途中で目が覚めることが少なくなりますよ。なるほど。いつも冷房の温度を下げすぎていました。今日は除湿にして寝てみます。あと寝るときに着る服も大切です。拓也さん、どんな服で寝ていますか？スポーツ用のツルツルした化学繊維の T シャツです。それも変えてみましょう。寝ている間、人間はコップ一杯くらいの汗をかきます。汗をしっかり吸い取ってくれる綿や麻でできたパジャマを着るのがおすすめです。お腹が冷えないようにズボンにシャツを入れて寝るのもいいですよ。綿のパジャマですね。確かにスポーツ用のシャツだと汗を吸わなくてベタベタして気持ち悪い時がありました。そして最後に寝る前のスマートフォンのお話です。寝る直前まで暗い部屋でスマートフォンの画面を見ていませんか？見ています。ベッドの中でついつい動画や SNS を見てしまって。スマートフォンの強い光を見ると脳が今はまだ昼間だと勘違いしてしまって眠るための準備ができなくなってしまいます。できれば寝る30分前にはスマートフォンを置いて好きな音楽を聴いたり本を読んだりして静かに過ごしてみてください。耳が痛いです。でもぐっすり眠るためには本当に大切なことなんですね。はい、睡眠は一日の疲れを治すための一番のお薬ですからね。お腹を温める、お水をこまめに飲む、そして気温の差に気をつけてお風呂に浸かる、エアコンを上手に使ってぐっすり眠る、この4つですね。その通りです。完璧ですね。全部を一度にやるのは難しいかもしれませんから、まずは水をよく飲む、寝る時のエアコンを除湿にするなど、できることから一つずつ始めてみてくださいね。はい、なんだかこれからの夏を元気に乗り切れそうな気がしてきました。まずは今夜、ぬるいお風呂にゆっくり浸かって
綿のパジャマを着て寝ます。素晴らしいです。拓也さんが元気になってくれるのが私にとっても一番嬉しいことですから。リスナーの皆さんも無理をしないで、ご自身の体を優しくいたわってあげてくださいね。それでは今日のうさぎちゃんの日本語カフェはここまでです。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。